あれオタク、あの時の面接のおじさん。ああ、撃ち落とされて、運転手になったんだ。とある工務店の面接を受けた俺。その際の面接担当だった工務店の部長が、俺の顔を見るなり、ニヤニヤと笑いながら言った。おじさんの運転、心配だわ。オタク、どんくさそうだし。黙っている俺をいいことに、部長はそう追い打ちをかけてくる。面接時にも散々俺をこき下ろした彼だったが、この後、俺の正体を知った彼は、すぐに血相を変えて、謝る羽目になるのだった。俺の名前は園田仁。45歳で住宅フランチャイズに加盟する工務店で営業をしている。住宅フランチャイズとは、パッケージ化された住宅を販売する契約形態のことだ。勤め先は小さな工務店で、パッケージ化という制限がある中であるが、施主の要望を聞き、できる範囲で寄り添った提案をしながら理想の家を建てることに、俺はやりがいを感じていた。施主とのコミュニケーションを重ね、その悩みや喜びを一緒になって分かち合う。俺はこの仕事がとても好きだった。俺は妻と娘の3人暮らしだ。そして妻の父親、つまり俺の義父はそのフランチャイズ本社で社長を務めている。また、妻もその本社で事務員として今も働いている。この会社では年に数回、フランチャイズ加盟店社員を集めての勉強会が行われており、俺はその際、受付や書類配りなどをしていた妻と出会い、結婚したのだった。ちなみに、付き合ってしばらく経った頃、俺は初めて妻の父が社長だということを聞かされたのである。寝耳に水とはこのことで、それはもう驚いたし、社長令嬢の相手が自分でいいのかと葛藤はしたものの、それでも俺は妻と結婚したかった。そしてその足で義父に直談判をし、結婚の許可をもらったことは今でも身内の語り草である。ある日、俺は本社へと呼ばれた。その昔、無謀にもアポなしで結婚の許可をもらいに押しかけた俺を、それでも快く迎えてくれた懐の深い義父は、今年で63歳を迎えている。社長室で面と向かった義父は、おもむろに話を切り出した。以前から伝えていた通り、私は65歳で社長業を定年退職をする。だから、ひとしくんには2年後、社長業を継いでほしい。またそのために、今から補佐として、私のそばで勉強してくれないか？このことは、以前より打診されていた。何より、義父は、俺が娘の夫だから、そう提案したわけでなく、施主一人一人と、まっすぐに向かい合う、俺の仕事ぶりを気に入ってくれたと、以前にそう話してくれていた。そしてこの件は、俺が勤めている工務店の社長も承諾していることだったので、俺は、ついにこの日が来たか、と思いながら、義父の言葉にうなずく。若輩ながら、誠心誠意、務めさせていただきます。そうして俺は、現場で走り回る生活から、本社にて、社長補佐として、社長業を学ぶ生活へと移行した。社長補佐としての仕事は、慣れないことも多く、また、業務内容も多岐にわたっている。工務店で営業をしていた頃には、縁もゆかりもなかった華やかな場に顔を出す機会も格段に増えたけれど、その一方、俺はどこか物足りなさを感じていた。施主の要望を叶えるために同僚たちと遅くまで議論を交わしたり、新居を眺める施主の希望に満ちた笑顔を見たり、そういう現場ならではの生の声が、俺は忘れられなかったのだ。けれど、いずれは社長を継ぐ身。とにかく今は補佐としての仕事をとにかく全うしようと日々業務に向き合っていた。そんなある日、俺はカスタマーセンターの部長から相談を持ちかけられた。
フランチャイズに加盟しているとある工務店へのクレームが最近富に増えているという。それも完成した住宅が希望したものとはかけ離れているという声が一番大きいらしい。部長が言うには、これまでも何度もその工務店には注意勧告をしているとのこと。だがその甲斐もなく、センターには同じ類のクレームが重ねて届くようだった。大体の人にとって家とは人生で一番大きな買い物である。夢と希望とこれからの人生が詰まったその新居が理想とかけ離れていると知れば、その落胆度合いは相当に高いものとなるだろう。さらには工務店への不信感はやがてフランチャイズ本社への不信とつながる。これは早く手を打った方がいいと判断して俺は早速社長である義父に九段の工務店のことを伝えた。もう一度だけ現場に戻らせていただけませんか？注意勧告しても効果がない。ならば実際に現場に出て見てみたいと思い、そう訴えた。わかった。ひとしくんの思うようにやってみたまえ。そう言って俺を見合った義父は苦笑する。ひとしくんが現場に情熱を注いでいることは私も知っている。これでもそんな君を社長にと引っ張ってきた罪悪感はあるんだよ。いつまでもというわけにはいかないが、ひとまず今回の件は君に任せる。ありがとうございます。その言葉に心から頭を下げ、俺は問題の工務店でちょうど募集をかけられていた営業職志望として面接を受けることとなった。本社から派遣されてきたとなれば相手も警戒する。そこで一般の転職者として入ることにしたのだ。そして面接当日、担当として現れたのは工務店の部長である渡辺だった。彼についての大雑把な情報は本社での資料で知っていた。父がこの工務店の社長であるらしく、数年後には彼が社長を継ぐらしい。へえ、45歳ね。俺の履歴書に目を通し、渡辺はいかにも面倒くさそうに顔を上げて俺を見合った。ちなみに俺は勤めていた工務店が倒産し、再就職先を探しているという設定となっている。まあ、その年で無職はきついよな。そう言って、哀れみを含んだ半笑いを浮かべた渡辺はしかし、これ見よがしに大きなため息をついた。うちはさ、フランチャイズに加盟してるんだよね。で、これまたフランチャイズだと制限がいろいろあって、とにかく覚えることが多いのよ。オタク、45歳でしょ？そういうの、さすがに限界じゃない？現外に若者しか取りたくないという渡辺の内心が透けて見えるようであったが、俺は真面目な顔を崩さず答える。確かに私は45歳ですが、その分若者にはない経験があり。ああ、うん、そういうのいいから。だが渡辺は俺の言い分を途中で遮り、余計なことは言うなとばかり、その手をひらひらと動かした後、煩わしそうに顔をしかめた。あのさ、オタク、分かってないようだから言うけど。言うことを聞かない子供を見るような目で、彼は俺を見てくる。うちはフランチャイズ。本部へのロイヤリティを払いつつ、儲けを出すには、夢物語みたいな摂取の希望なんかより、とにかく契約宗数を稼ぐ方が大事なわけ。ここまではわかる？と、こちらを完全にバカにしたような態度で、彼は続けた。契約宗数を稼ぐには、とにかく営業をかけまくらなきゃいけない。そのためには、疲れたおじさんより、元気な若者の方が、うちも使い勝手がいいってことくらい、いくらどんくさそうなオタクでもわかるだろ？ニヤニヤと笑いながら、再びため息をつく渡辺。確かに、彼の言い分も一理ある。フランチャイズのメリットデメリット、そのバランスをどう取っていくのかが、工務店の、ひいては経営者の考え方に
大きく左右されるのだ。そして渡辺の主張はセシュファーストを貫いてきた俺の考え方とは真逆と言ってもいいものだった。俺はたまらず渡辺に意見する。もちろん私たちもボランティアではないので利益を出さなければいけないのはわかります。ただセシュにとって家とは夢と希望の塊なんです。その一つ一つに向き合うことも私たちには必要で。だが渡辺はまたしてもこちらの言葉を遮ってきた。は、その年で無職のおじさんが何言ってんの？生意気だな。それまで俺を見下したようにして薄笑いを浮かべていた渡辺は、よほど中年の無職から意見されたのが気に食わなかったのか、怖い顔で俺を睨みつけてくる。オタクさ、そんな甘っちょろいこと言ってるから無職になるんだよ。倒産だって言ってるけど、実はクビにされたんじゃない？言い返してこない俺を一別し、やがて彼は元のようにニヤニヤと口の端をつり上げると、こちらの眼前に人差し指を突きつけていった。とにかく、クレームなんかは本社がどうにかしてくれるから、うちには関係ないんだよね。オタクも分かったでしょ？うち、おじさんはいらないから。そうして彼は、邪魔者は帰れとばかりに俺を追い立て、無理やり面接を終わらせたのだった。俺は思わずため息をついてしまう。実際にこうして面接を受けるまで、俺はどうにか工務店がいい方向に向けるよう、その手伝いをしようと思っていたのだ。だが、あの部長がいるのでは、今後とも工務店に対するクレームはなくならないだろう。俺は落胆を抱えながら結果報告のため、義父である社長へと連絡を入れたのだった。そして数日後、社長補佐の仕事へ戻っていた俺は、その日、取引先との懇親会があった義父の運転手を務めていた。だが、会が終わり、本社へと向かおうとする俺に、義父は告げた。ちょっと、寄りたいところがある。はい。この後は、特に他の用事はなかったはずだが、スケジュールにも余裕があったため、俺はその指示通りに車を走らせる。そして到着した先は、九段の工務店であった。これは、本社の社長様にわざわざお立ち寄りいただくなんて、光栄です。駐車場に車を止めるや否や、それが本社の社用車であることに気づいたらしい渡辺が、中からすっ飛んできて、義父に頭を下げている。だが、続いて運転席から降りてきた俺の姿に気づいた彼は、わずかばかり目を見張った後、へえ、と嫌みたらしく笑いながら、俺にも声をかけてきた。誰かと思えば、あの時のおじさんじゃないか。へえ、オタク、撃ち落とされて運転手になったんだ。この人、数日前にうちへ面接に来たんですよ。まあ、うちの採用基準に達していなかったんで、落としましたけどね。と、渡辺は横に立つ義父へと、へつらいながら説明した。そして彼は再び、俺へ視線を送ると、浮かべた侮蔑を隠さずに続ける。なあ、オタクの運転で社長に怪我なんて負わせたら、私がただじゃおかないからな。オタク、どんくさいから心配だわ。ははは、と、その場に渡辺の大きい笑い声のみが響いた。だが、そんな生ぬるい空気を切り裂くようにして、義父がその時、口を開く。君、それが次期社長に向かって言うセリフかね？は？その瞬間、かけられた言葉の意味を測りかねたようにして、渡辺が首をかしげた。次期社長？このおじさん、この方が、ですか？ああ、そうだ。ここにいるひとしくんは娘の夫でね、今は社長補佐としてついてくれているが、いずれは私の後を継ぐ人間だ。呆然とした渡辺のつぶやきをしっかりと肯定し、義父は厳しい視線を彼に向ける。君の父上とは長い付き合いでね、
それもあって好意にしていたが、残念ながら君はうちの会社理念とは合わないみたいだ。フランチャイズ契約も見直しする。そう義父に告げられた渡辺の顔からは、さあ、と血の気が引いていく。そして彼は慌てて米付きバッタのごとく何度も頭を下げ、言い訳を始めた。それは失礼なことを。私もそうと知っていれば相応のおもてなしをさせていただいたのに、もうあなたも人が悪い。青ざめた顔に油汗を垂らしながら、渡辺はぎこちない愛想笑いを浮かべて俺を見合ってくる。だがそんな彼の言葉を義父が一蹴した。おう、彼のことを知らなかったと、そういうのか。すると君は本社の勉強会にことごとく参加していないという認識となるがいいのかい？それは。義父の指摘に渡辺の目がわかりやすく泳ぎ始める。しかし義父はなおも言いよった。最近の勉強会に一度でも出席していれば、彼が次期社長であることはすぐに分かったはずだ。それは、せわしなくもみ出をしながらあちこちに視線を向ける渡辺。するとその時、駐車場に一台の車が止まり、中から高齢の男性が驚いた顔で降りてくる。その顔には覚えがある。この工務店の社長だ。これは一体どういうことで？どうやら外出先から戻ってきたところらしい。だが自身の工務店の駐車場にて、本社の社長であり個人的な付き合いもある義父とその義理の息子、そして自身の息子が何やら揉めている現場へと出くわした彼は明らかな困惑顔だ。とにかく中へどうぞと社長に促され、俺たちは応接室へ落ち着くと、改めてこの件の発端となったクレームのことや、息子がどうやら勉強会を欠席していることなどを社長へ告げた。そして俺の説明を聞き終わるや否や、社長は息子を睨みつける。どうなんだ？怒りと情けなさを無理やり押さえつけたような鬼神だ。それに息子はとうとう自身の席を認める。仕事もあったし、面倒で4ヶ月くらいは参加してない。いたずらがバレた子供のようにして気まずげにうつむく息子に、社長は盛大なため息をつき、それからこちらへと深く頭を下げた。本当に息子が失礼な態度を取りまして申し訳ありませんでした。それにフランチャイズに加盟するにあたり、義務でもあった勉強会にも参加していなかったようで。そうなのか？すると父の言葉に渡辺がすっとんきょうな声を上げる。どうやら勉強会が義務付けられていたことを彼は今まで知らなかったらしい。そしてそれを察した社長は今度こそ不肖な息子を怒鳴った。いずれ社長になるからとあぐらをかいていたな。勉強会のこともだが、何より世主の思いや希望をないがしろにして儲けを取るなんて、そんなこと俺は教えた覚えはない。顔を真っ赤にさせてそう息子に言い渡しながら、社長は再び頭を下げる。本当に何から何まで、それもすべて私の監督不行き届きが原因。契約解除もやむなしとそう思います。絞り出すような声でそんなことを言った父の姿に、渡辺は今更ながら己の行いを後悔したのか、途方に暮れたようにして言葉をなくしている。小さくなる息子と頭を下げ続ける父。そんな二人を見やり、それから義父はゆっくりと口を開いた。社長、頭を上げてくれ。フランチャイズ契約はそのままでいい。義父の言葉に父よりも先に息子が顔を上げる。だが義父は彼を淡々と一別すると言い聞かせるようにして先を続けた。ただし、ここにいる息子が部長の座を退き、一社員として
初心に帰って勉強すると約束するのであれば、だ。わかりました。父と息子の声が重なった。息子は、嘘だろという風に父を見たが、父は息子のそれを黙殺し、ありがとうございますと、うなるように感謝を述べる。そして社長は、俺を見て言った。厚かましい願いだとは思いますが、ひとしさんにはぜひ、うちの営業部長として、立て直しに力を貸してほしいのです。それは、その言葉に、俺は困惑とともに瞬いて、それから義父に視線を向けた。すると義父は、わかっている、というように笑ってうなずく。その返答に、俺は義父へと頭を下げると、改めて社長に向き合った。はい、こちらこそ、よろしくお願いいたします。そして俺は早速、工務店の営業部長として仕事を始めることとなった。渡辺は最初こそ不満そうな顔をしていたが、そのうち俺や周りの雰囲気に押されたのか、今ではそれなりに真面目に仕事へと取り組んでいる。おかげでクレームもなくなり、俺は今、社員の意識改革をはじめ、世主に寄り添う住宅づくりをモットーに、日々、現場で働いている。いずれは本社へと戻る身ではあるが、許された時間を精一杯いいものにしようと、俺は今日も仕事に励むのだった。